はい、セリカさんです。今回はハイグレード V2 アサルトバスターガンダムクリアカラーを制作していきます。 V2 を作りながら虹色に変化して見えるガンダムマーカーを使って光の翼エフェクトパーツも作ります。このガンダムマーカーにトップコートをしたらどんな見た目になるのか実験もするので、気になっていた人の参考になる内容となっています。それでは早速作っていきましょう。このガンプラは3つの形態を選んで組み立てができます。今回はアサルトバスターをメインで制作していくので、他の形態はこの動画では紹介しません。ガンダムベースでの購入制限を考えると、おそらくアサルトバスターで飾る人が多いと思うので省略します。組み立ての時に分解がやりやすいようにパーツのピンを少し斜めに切っておきます。普通のガンプラならダボ穴に切れ込みを入れた方が簡単ですが、クリアカラーガンプラの場合は少し目立ってしまう時があります。映像では分かりやすいようにダボ穴を切っていますが、他のパーツは全部のピンを斜めに切り落としています。ただピンを切っても分解する時はそこそこ硬いので、分解用の道具を使うなどして慎重にやった方がいいです。映像のように手で強引に分解すると折れてしまうかもしれないので気をつけてください。組み立てが終わったので仮組みを確認してみましょう。 V2 本体の細かい箇所には足りない色がありますが、だいたい色分けされています。シールドはほとんど色分けがされていませんが、これはシールで補うようになっています。関節などは普通のパーツなのですが、アサルトバスターだと外装パーツがてんこ盛りなのでほとんど見えないです。ブラックライトを当てるとどうなるのかも確認しました。結果はホワイトのクリアパーツのみ反応してくれました。ホワイトのパーツは多く使われているのでかなり明るく発光してくれます。ハイグレードのクリアカラーガンプラはこの仕様が多い印象がありますね。ここまで確認したら分解して塗装などを行っていきます。部分塗装はほとんど細かい部分だったので筆で簡単にやっていきました。ブラックライトで反応するのがホワイトのパーツしかないのが寂しかったので蛍光塗料で塗装しました。ガイアノーツの蛍光塗料を使ったのですが、クリア系塗料のため重ね塗りを繰り返して濃くしています。一応マスキングはしていましたが、かなり雑にやっていたので剥がしてみると余計な部分にまで塗料が入り込んでいました。しっかりやるならデザインナイフなので形状通りに切り取った方が綺麗にできますが、大丈夫だろうとナメプをしてしまいました。はみ出した塗料は綿棒に薄め液を含ませて拭き取っていきます。拭き取り作業自体は簡単ですが、綿棒が汚れたまま何度も同じところをこすると綿棒についた塗料で汚れてしまうので、なるべくすぐに新しい綿棒を使うようにした方がいいです。一通り拭き終わったらブラックライトを当てて最終確認をしてみましょう。肉眼でわからなくてもうっすら拭き取り残しがあったりするので気をつけます。撮影し忘れたのですが、この後もう一度綿棒で綺麗に掃除しました。シールドは範囲が少し広いのでエアブラシで部分塗装しました。シールドはブルーパーツの一体型なので、下地をクリアホワイトに変更してから蛍光イエローで塗装しました。下地の青みが残っていたのがもろに影響を受けて黄緑な見た目になってますね。5回ぐらい重ね塗りをしたのですが、黄緑の見た目は変わらないのでこれで終わりにしました。イエロー塗料って下地の影響を受けやすいので本当に難しい色ですね。ブラックライトを当てると V の字に発光してくれます。これがやりたかったので本来の目的は達成できたのですが、やっぱり黄緑な感じになっているのが少し心残りでした。次にパーツの裏側をシャインシルバーで塗装していきます。エアブラシでできそうなパーツは段ボールに両ペンテープで貼って塗装します。本当はランナーにパーツがついている状態でやるのが一番楽なのですが、仮組み作業があったので今回はこのやり方にしました。エアブラシで塗装できないパーツや細かい部分は筆で作業しました。パーツの裏側なので塗りムラとかは気にしないでガンガン塗って薄くならないようにしました。ただこういうパーツは少なかったので、筆塗り作業自体はエアブラシでやったパーツの薄い箇所の修正ぐらいしか使わなかったです。塗装が終わったら光の翼エフェクトパーツ製作のために組み立てます。特にバックパック部分がないと形状を決められないので、他のパーツより乾燥時間を短めにして組み立てました。光の翼は100均のセリアで買った厚さ 0.5mm のプラバンを使って作っていきます。最初にパーツの形状に合わせてマジックで線を引いていきます。この線に沿ってハサミで切っていくので、なるべく綺麗に線を描きましょう。マジックがパーツにつくのが気になる人はパーツにマスキングなどを貼って保護しておくといいです。パーツ形状の線が描き終わったら少し形を整えます。例えば今描き足している箇所はこのままだとパーツの中に入り込まないためわざと描き足しています。ある程度形状を整えたら、あとは好きな形の光の翼を描きます。今回は雑に大きさを決めて描いていますが、ガンプラとのバランスを考えるなら全部組み立てた後に作った方がいいです。もし描き直したいなら消しゴムで消せるので何回でも描き直しましょう。それにしてもこういうのはセンスが出て難しいですね。描き終わったらハサミで切り取っていきます。デザイン
インによってはカッターとかの方が細かい作業がやりやすいので、好きな方法で切り取ってください。切り取ったらマジックで描いた部分を消しゴムで綺麗にします。ただ今回はガンダムマーカーで全部塗って見えなくなるので、綺麗にしなくてもそこまで問題はないです。クリア系塗料でやる場合は消しておいた方がいいですね。切り取ったら表面の立体感を出すために100均で買った木工用ボンドを塗っていきます。最初から多めに出すとこの後の作業がやりにくくなるので、少しずつ出していく方がいいです。ボンドを出したら爪楊枝を使って伸ばしていきます。こうすることで表面に凹凸が生まれて立体感が出るようになります。伸ばしにくい箇所があればそこにボンドを追加して同じ作業を繰り返しましょう。ボンドがプラ板からはみ出ることがあるので、映像のように段ボールの上とかで作業した方が掃除が楽になります。作業が終わったら1日乾燥させます。木工用ボンドの乾燥時間は長いので気長に待ちましょう。今は冬なので暖房がついた部屋に置いていれば気持ち早く乾燥するかもしれないですね。乾燥が終わったら白かった見た目から透明になります。木工用ボンド全てが透明になるかはわからないですが、商品パッケージの裏面に説明が書いてあったりするので確認して買いましょう。反対側がまだボンドを塗っていないので同じように作業していきます。あと今回は1回でやめていますが、パーツの厚みが欲しい人はさらにボンドを重ねていってもいいですね。ボンドが全て乾燥したらガンダムマーカーで塗装していきます。今回はメインに光の翼ホロブルーを使っていきます。やり方も何もないのですが、そのまま塗っていくだけですね。ペン先が小さいのでちょっと面倒なのが難点ですが、特に難しいことはないです。動画でも見ながらのんびり塗装してください。塗り終わったパーツを確認してみるとちゃんと虹色になっています。このホログラムのガンダムマーカーは他にもいろんな種類がありますが、何度見てもこの技術は驚かされます。この先もいろいろなカラーが販売されてほしいですね。ついでなのでもう1本のサイコフレームホログリーンをガンダムマーカーエアブラシで少し塗装しました。パーツの根元付近をグリーンにしてグラデーションになるような感じにしました。ガンダムマーカーエアブラシはほんの少しだけ塗装する時には便利なのでたまに使っています。左がホロブルーのみで右がホログリーンでグラデーションにしたパーツです。パーツ単体だと違いが分かりにくいですが、こうやって比較してみると結構色が変わっているのが確認できます。他のホログラムガンダムマーカーを使えばもっと派手なグラデーションにできそうですね。ここまでできたら最後にトップコートを拭いていきます。トップコートをやる前に今回使ったガンダムマーカーに光沢半光沢艶消しのトップコートをやったらどんな見た目になるのか実験します。最初にテストピースを作っていきますが、透明なプラ板を適当な大きさに切ります。透明なプラ板を選んだ理由は一番下地の影響が少なそうだからですね。プラ板を切り終わったら名札用のマスキングテープを貼ってそこに分かるように名前を書いていきます。テストピースを必要な数だけ作ったらそれぞれ塗装していきます。このガンダムマーカーは隠蔽力は弱めなので濃くなるように何度も重ね塗りをしていきます。塗装が終わって乾燥したら最後にトップコートを吹きかけます。今回はプレミアムトップコートの光沢半光沢艶消しを使用しました。それでは結果を確認してみましょう。まずはホロブルーから確認してみます。ちゃんと虹色に変化して見えるのは半光沢までな感じでした。艶消しもよく見ると虹色に見えるのですが、光沢半光沢に比べたらかなり分かりにくくなっています。おまけで撮影用 LED ライトがどれぐらい映り込むかもやってみると、半光沢艶消しともに映り込まなくなっていました。しっかりそれぞれの特性通りになっていますね。次にホログリーンを確認してみます。といっても見た目の傾向はホロブルーの時とほとんど同じです。今回の実験結果から、もし艶を消したいけど虹色の変化を残したいなら半光沢くらいまでに留めておいた方がいいです。それ以外なら光沢を選んでおいた方が無難そうですね。それぞれかなり違いが出るので目的に合わせてトップコートを使ってください。他のホログラムガンダムマーカーの実験動画もあるので気になる方はこちらもご視聴お願いします。実験も終わったので最後に光沢のトップコートを全部のパーツに吹いていきます。冬の時期に外でトップコートをやるのは寒くて辛いので、なるべく昼間のうちに全部終わらせるようにしています。あとはトップコートが乾燥したらパーツを組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。仮組みの時と比べても元々がそこそこ色分けされているため、シールドぐらいしか部分塗装した箇所は目立たないですね。パーツ裏面に粒子の粗いシルバーを使うことで全体的に明るい見た目になっています。ブラックライトを当てると蛍光塗料で塗装したところが発光してくれます。本体自体がかなり明るく発光するのであまり目立たないですが、ちょっとしたアクセントとして機能してくれます。次に製作したエフェクトパーツを取り付けていきます。取り付ける場所は矢印部分の出っ張りに両面テープを使って貼り付けます。
両面テープは出っ張りぐらいの大きさに切って貼り付ける向きに気をつけてエフェクトパーツに貼り付けます。あとは出っ張り部分の内側に貼り付けて終わりです。今回はエフェクトパーツの厚みが薄いのでちょっと斜めに貼ると正面から見た時に外に広がっているような見た目になります。今回はめちゃくちゃ簡単な手順で制作しましたが、厚みが欲しい人はプラ板を重ねたりして調整してください。この V2 のエフェクトパーツはプレ版でも販売されていますが、販売もいつになるかわからないし、値段も1600円ほどするので、こだわりがなければすぐに自分用のエフェクトパーツを作ることができます。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではクリアカラーガンプラをメインにいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。